今日はフラットでリノベーションをしていただいた堀切様のお宅にお邪魔しております。堀切さん、今日よろしくお願いします。こちらこそ久しぶりだね。そうですね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最初に、うちのリノベーション、興味持っていただいたそのきっかけとかって教えていただいてもいいですか？もちろん。僕はプロダクトデザインというか、デザインの仕事をしていて、2年ぐらい前にグッドデザイン賞の審査員をしていて、表彰式30分ぐらい早く着いちゃって、でどうしよう時間を潰そうと思った時にちょうどその会場の向かいに無地の有明があって、で行ったらそこにリノベーションされたショールームがあって、でそのカタログをもらったところがもしかしたらスタートかもしれないです。無地青山が自分が今勤務しているデザインスタジオの本当に近くにあったんで、行ったら萬田さんがいたっていうことだったね。本当にたまたまね、そしたら我々がデザインしたカメラを首からぶら下げていてなんかそれも今思うとその偶然のような必然っていうかな。そしたら物件を決めた時のお話とか、そこから少ししてみましょう。そうだね。これはすごく紆余曲折したでしょ。そうですね、いろいろありました。あれだったよね。でもともとはこの物件じゃない物件を一緒にやろうっていうことだったんだけど、途中でこの物件に切り替えて、でも結果その前の物件で一緒にやろうとしてたことがステップとしてすごく良くて。そうですね、行きましたよね。この空間に生かされているかなって思うんですね。この物件決めた要因が、とにかくこの吹き抜けの空間を最大限に生かせるのがやっぱり大事だよねって、なんか一回立ち戻った気がしてて、その時にずっと悩んでたこの壁の位置とか、収納の位置とかっていうのがちゃんと箱としてしっかりと感じられる位置、この面と吹き抜けの上の面がちゃんと揃ってますよっていうことで、このキューブ状がちゃんと感じられる。でこれがなんか奥様含めて3人でその意識共有できたところが一個大きかったのかなと思って。割と勇気を持って寸法を狭くしていったりしたよね。でそれはここはフラットであるべきだろうとか、ここは面がきちっとつながってた方が綺麗に見えるだろうって、その見かけの寸法ではなくて、やっぱりその体感を大切に、絶対こっちのは綺麗だとか、なんかそういうことを言いながら進めてきたような気がしますね。少し追加で話戻ると、シンメトリーじゃない。そうですね。この部屋が左右対称風じゃなくて、本当に寸法が左右対称にできてるじゃない。一つは、窓がやっぱり本当にちゃんと真ん中にあったんで、これは絶対に生かしたいなっていうのは思いましたね。そう、やっぱり材料っていうの、材料を生かさないデザインってあるじゃない。無理やりこうしたいからって。窓もさ、玄関もいじれないところってあるじゃない。多分玄関とこの窓、やっぱそれをどうやって素敵に生かしてだと思うんだよね。そうですよね。最初進める時2つ、この物件でも案があったじゃないですか。この空間窓を生かそうってなった時に、こっちの案にできた決め手がやっぱりこの一つ、この窓なのかなと思います。確かにね。もちろんゼロもいいなって思ったんだけど、やっぱフラットの魅力っていうのは一つは美しさだと思うのね。でそれは今話してたようにブランドと一緒でどこまでもフラット、
削ぎ落としてシンプルにしていったのではなくて、初めから単純でシンプルで美しいものを作ろうっていうところからスタートしてる。でとかくやっぱり一回作ったものをこう引き算しながら削っていきながらシンプルなものって作っていく、だと思うんですよね、普通は。だけどここにはちゃんとこうなんて言うんだろうな、大げさな言い方するとその精神が宿ってると思ったの。でそれはこのフラットのコンセプトでもきっとあるだろうし、アマンダさんの大切にしてることでもあるのかなと思って、だからね見ててすごく気持ちがいいんですね。とかくその削ってシンプル引き算してシンプルにしてったものってちょっと神経質で、心がやっぱり安らがないっていう、だけどここはすごいシンプルなんだけどそういう感じが一切しないんだね。だから心地いいっていうのかな。だから引き算してるようで実は引き算していない、その本質的なシンプルっていうのかな、ちょっと難しい言い方をすると僕はそれをすごく感じますね。なんかその心地いいっていうのは私もすごく、大切な感覚だなと思って、大事にしてるんですけど、なんか設計していく上で、なんかその違和感を感じない状態をなんか用意するっていうのも、なんか私たちのなんか役目なのかなって思うところもあって、さっきの削ぎ落とすとはやっぱり違う作業っていうんですかね。なんか暮らしてて言ったら普通に感じる状態、でも普通の状態を作るのってなんかすごく難しいなと思ってて、なんかそういったことを最初からなんか意識して、計画できたのかなとは、そうだね。どうしてもやっぱりその自分たちが暮らす空間だから、例えばキッチンだったらキッチンはこうしたいと思うし、例えば水回りは水回りでこうしたい、お風呂はトイレは、廊下はってやっていくとこうちょっとボケるっていうんですか、結局何がやりたいんだろうって。でそれが本当に個々を研鑽していくことが総合的な暮らしやすさに本当につながるんだろうかって思った時に、やっぱり一番長くいる場所であったり、ここだけはっていう、なんか空間だけじゃなくてあるじゃないですか。洋服でもそうだし、食事でもそうだし、ここだけはっていう、そのここだけはっていうのがおそらくそのこのリビングを中心にした、この空間のこうなんだろう、魅力というか、見せ場って言い方はちょっと変なんだけど、その見せ場っていう意味ではその部屋って自分たちが快適に暮らすだけじゃなくて、友達とか家族とか来た時になんかその人たちの心地よさっていうのも作ってあげたいじゃない？でそれは多分寝室ではない、やっぱりここにみんなが自分たち以外の人も集うと思うと、やっぱりそこにこの空間の天中のこう魅力がある、でかつここにみんなが集まるんだったらっていうのを、そうだそうだって言いながら何度もね、そうですね、でついついさ他の場所で、ここはもっとこうしたい、そうですね、キッチンもっと伸ばそうかとかやりましたもんね。やった。で収納納ももっといるよね。足りないだろうと、これだけ物集めをしているのに、こんなんじゃ足りないよみたいな話があったんだけど、やっぱりそれはなんか犠牲にしたんじゃなくて、ここを最大限に生かすためには、他はこのぐらいで抑えておくべきだろうっていう。だからこれって別に他を妥協したってね、感覚が全くないよね。だからそういう意味ではすごくその良い取捨選択というか、ができた気がする。そうですね、その分なんか一個ずつの、例えばキッチンはキッチンで、凝縮したっていうんですかね、すごい3人で知恵を出し合って、本当だね、こうやって使う。
あと収納は収納でただ扉つければいいっていうわけではなくて、数は減らしたけど、じゃあ中のなんか奥行きどうしようとか、そういうのも結構細かく話しましたね。だからなんかね、使い勝手ってまあ操作性、機能性、使い勝手ってそのトイレ、キッチン、寝室の個別最適じゃないんだなって思ったんですよ。暮らしって総合的なものじゃない？寝るし、キッチンで作るし、洗面で手を洗うし、でリビングでくつろぐしっていうのは多分一連の一つの所作だと思うんですよ。全然別のものではなくて、だからそう思った時に全体でその、さっき言ったフラットシンプルっていうコンセプトを、全体でやんなきゃダメなんだなって3人が思えたじゃん。そういった意味ではこのちょっと回遊できるっていうんですかね。そういったプランもうまくはまったのかもしれないですね。だから言ってみたら大きなワンルームだよね。そうですね。ここは。だからそれが最終的に自然になんかそうなっていった気がするし。そうですね。今回は本当に平面だけじゃなくて、縦方向にもそうだね、空間があるんで、ロフトをどうやって使うか、どうやって登りやすくするかみたいなそうだね、散々やりましたけど、結局はしごが一番いいよねっていうところに落ち着いたね。でちょうど右側にこう寝室があるじゃない。で寝室にいつも奥さんがそこで寝っ転がって YouTube を見ていて、で僕はこっちでリビングで、本読んだり雑誌見たりして、パッとこう向こうを見ると、たまに目があったりするんですよね。でその時のこうなんて言うんだろう、その気配をちゃんと感じれる良い距離感っていうか、そういうのをなんかこの空間って持ってて、なのですごくね、なんかそれもやっぱり快適な住まいの一つの何かあり方なのかななんて思ったりもしますね。普段お二人でここで過ごすことがやっぱり多いですか？そうですね。ここでご飯食べたり、する、大半ここでいるんですが、僕はロフトに上がって、なんか自分の趣味のことをやったり、例の、そうコレクションを開けたりしまったりして、であれでしたよね、コレクションを楽しむための堀切さんのこだわりがありましたよね。秘訣っていうの、やっぱりね、目って飽きるんですよ。長く楽しむためには毎日見ない方がいいんですね。なるほど。だからある夜とか出してひとしきり見て、そしたらしまって、でそれを繰り返すとね、1年とかで半年ぐらいで見飽きちゃうものが10年15年いつも新鮮な気持ちで、だから2年見ないとか3年見ないものってのもあるから、コレクターなのに、あえて飾らないんですよ。だからミニマリストなんですよ。なるほど。ただ物欲が旺盛っていうか、物欲が旺盛なミニマリストっていうのが、できたらね、名刺に入れたいななんて思うぐらいですね。ついつい飾りたくなりそうですけど。そうですね。だからみんなちょっとびっくりするですかね。その自分がこうきっと部屋はすごいだろうと思ってくると。そうですよね。でもこれはこれで僕はこっちの方がね、やっぱ心地いいというか、物に囲まれた生活っていうのもなんかそれはそれでいいなと思うんだけど、なんか丁寧に暮らそうっていう感じですか。なので例えば料理なんかもご飯とお味噌汁とお漬物と、ちょっとしたものだけでもそれを丁寧に作って食べるって僕はすごく素敵なんじゃないかなと思って、だからそういうこう普通のことが楽しめるっていうか、普通のことが贅沢なことに感じれるような
ここに来てそういうことをちょっと思うようになりましたね。もちろん普段生活の中で、例えば名刺ケースなんていうのは無地の名刺ケースを使ってたり、言ってみたら黒子的な感じでその自分の家に無地ってあるんですね。でその無地の印象っていうのは非常に精緻にフォーマット化された製品、ちょっと言葉が悪いんだけど部品っていうか、なんか生活の中で必要になってくる部品、だからそのシンプルであり続けてるっていうふうに使い手ユーザーから見るとそういう、僕はそういう印象があったんですね。それを自分の生活の中に必要な時にインストールしていくと、つなげていくと、それが無地だったんですね。だから言ってみたら、良くも悪くも無色透明なイメージが僕の中にあって、主張しすぎないっていうか。で今度その家の場合は既存のフォーマット化された無地ではなくて、無地の人と一緒に自分の無地を作る、自分が描く無地、そう思った時に無地の本当の良さっていうのがやっぱ分かってきて、やっぱりこれって一番自分たちが一番いいなって思うものをもうきちっと選び抜いて、それを提供してるんだなっていうことに後で気づいて、これは任せても大丈夫だなと思ったわけ。でもデザイナー、自分自身がデザイナーだから、それも自分が住むところを任せるってなかなか容易ではない。そうですよね。でもそれはさっき言ったようにもうたくさんあるんじゃなくて、選び抜いたものが並んでるわけですよ。例えばいいご飯屋さんってさ、メニューがそんな多くなかったりするじゃない。下手すればこれしかないですとか、例えばコース、このコースしかない、お昼はこの定食しかありませんって、もう作る人が自信を持って出すでしょう。よく考え抜かれた静かな自信みたいなものをね感じてしまったんだね。だからもはやそれは無地とか無地じゃないとかっていうんではなくて、これはいいなって、もちろん変な話なんだよ、無地にしようと思って話をしてやり取りしたんだけど、最後は無地であることも忘れちゃった、だけど最後やっぱりこれが無地なんだなって腑に落ちたわけ。でもこれはさ、やり取りしないとわからなかったことで、多分多くの人が、僕も言われたんですよ。堀切さん無地意外ですねって言われて、その無色透明なものが何かどこか頼りなく感じたのかもしれない、その僕自身に、外から見たら。だけど僕は全然こうやって一緒に作ってって頼りなさは全く感じなくて、神経質ではない、だけど無駄のないそのアスリートっていうの、もうこれ以上でもこれ以下でもないで、ぐるっと回って、無地がいつも言ってる精神じゃないかと思ったの。これがいいじゃなくてこれでいいっていう意味がね分かったんだね。分かっちゃったの。そういう時に俺は本当にここで万ちゃんと一緒に無地で作ってよかったなって思ったかな。これって大量生産できないでしょ。そうですね、家って。でその中でもやっぱりリノベーションってもう多分一つ一つ違うじゃない。住む人も違えば物件も違うし、部屋の形も違うし、だからそういう割とカスタムメイドなものを無地がやるっていうところにものすごい面白さをやっぱり感じて、いろんな人に知ってもらいたいって僕は思うけどね。フォーマット化するのが得意、でいち早くフォーマット化を世界でしたと言っても過言ではない無地がカスタムメイドに行ったらさ、強くなれますかね。僕はすごく素敵だと思う。本当ですか。でもその中でもやっぱり無地らしさって出るような気がするけどね。
よくさ最近さその美しさっていうのはね、僕は機能だと思っていて、で当然その引き出しだったり家具だったり椅子だったりってすごく機能的なものって言われるものってあるじゃない、で美しさと機能ってこう別なものとしてよく両立してるとかって、で僕はその美しさも機能だと思っていて、それはなぜかっていうとそのなんて言うんだろう、心を動かされるっていうか、美しいものを見るとさハッとしたり心が動く、そうするとその後の行動も変わっていったり、そのぐらい、ものすごくやっぱり人の行動まで変えるっていう意味では、ある意味その気持ちも変えたりね、僕は機能なんじゃないかなと思って、美しさっていうのは。そういう意味では僕はこのフラットってそのもちろん使いやすいんだね、暮らしですごく使いやすいんだけれども、美しさっていう機能もね持っているのが僕はフラットだと思うわけ。ありがたいですね。このリビングがさ、ここのメインというかここを中心にこの空間ができてるじゃない。やっぱこの空間をもっと気持ちよく感じるためにはどうしたらいいかって考えた時に、まずはねガラスにしようと思ったんですよ、テーブルは。やっぱり抜けがいいじゃない。そうですね、ものすごく抜けが良くて、でそれに合わせてこの椅子も全部メーカーもデザイナーも違うんだけど、共通してるのはさ、なんか感じない？全部なんか浮遊感があるワイヤーで作ってあるんですかね。そうなんですよ。みんなスチールの細いパイプなんで、ガラスのテーブルと一緒で、すごい抜け感がある、結構並んでるじゃないですか。本当にデザイン全部違うんだけど、なんかね、なんか統一感があるというか、それぞれにね個性があるんだけど、なんとなく全体で家族な、ファミリーな感じがするのは、そのあたりなのかなと思って。変にミッドセンチュリーとかフレンチモダンとかそういうみんなほらそうするとみんなそれで揃えなきゃいけないとか、なんかそれよりもこう外しながら一個一個椅子もバラバラにして、時代も様式もデザイナーもみんなバラバラな方がなんか楽しいでしょ。その時にその足だけは揃えてみるとか、なんかそういう方がなんか僕はなんか今時だなっていうか、なんかフラットって本当にさすごく素晴らしいシンプルな箱じゃない。ある意味家具が生きる空間だと思うんですよね。どんな家具でもねすごい素敵に見えるんですよ、この空間って。なんか僕はぜひ何を置いても様になるから思い切って冒険してみるでいいんじゃないかなと思いますけどね。なんかこの辺もちょっとフラットの特徴の一つで、そうかもしれないな。扉がデコボコしてないっていうのもあるんですけど、ちょっとこだわりとしてはやっぱり扉ってどうしても上、隙間開けなきゃダメですよ。でこの隙間がそのまま壁にもつながっていく。溝になって同幅で溝になってるでしょこれ。そうなんです。これがちょっとしたこだわりでして。これでも僕たちカメラのデザインとかする時にやっぱりその蓋が開く、バッテリーの蓋が開いたり、いろんなところが蓋になってるところがやっぱり動くところって必ず隙間があるじゃない。それがそのままこの溝と一緒に交わっていくって、こういうのってすごくよくわかるね。ちょっと通ずるものがあります。ありますね。この扉と隙間が合うっていうのもそうですし、やっぱりこういうのが今度上に行くと、よりこのこだわりの白い壁が引き立つというか、一本薄い影が出るので、その辺も
この壁の良さをより強調できたのかなと思います。輪郭がだから部屋の輪郭がきちっと見えるんだね。そうですね。この一本影が通ることでね。あとはあれだね、この僕は全くその未経験だったのはこの間接照明。そうですね。これもフラットの特徴の一つというか、ちょっと光源を見せずに落ち着いた雰囲気を出せるような照明計画っていうのも考えたんですけど、やっぱり悩みましたね。そうね。いや僕はとにかく間接照明って照明はもう自分でつけるものとか思ってたから、最後は分からないなりにまあいいかなって思って、でもつけてみたらすごい良かった。良かったです。ものすごい良かった。ここも絶対おすすめだね。それもこういう位置でいけるのかよね。やっぱり近い位置よりこうやって離れたところで計画できたのも良かったですね。やっぱここがさ、大きくはリビングから玄関のその外周っていうんでしょうか。でここも言ってみたらね、小さく回れます。回遊してるっていう感じだよな。なんかもちろん、その家事しやすいとか、そういったことも考えてはいるんですけど、やっぱりリビングからのなんていうんですかね、つながりっていうところで、ここが本当はリビングなんですけど、ひょっとしたらこの壁までリビングになるかもしれない、でもうちょっと欲張って向こうまでリビングに感じれないかな、みたいなことも考えて、やっぱ機能的なところとその空間のつながり、暮らしやすさみたいなところとなんか両立できるといいかなと、そういったことも考えて、この回遊のプランにしましたね。ですね。あとはさっきの照明の話にもなりますけど、照明もちょっと貸し借りしてるみたいな感じで、ここは機能的には絶対に必要なところ、でこの通路部分はどちらかというと、気持ちよさを優先しようとなった時に、これここ開けといてもらえれば、全然照明なくても全然平気、大丈夫ですよね。収納のこの天板っていうか、扉がちゃんと塗装してあるじゃないですか。これはいいね、塗装してある方。うちのこだわりですね。結構気に入ってます、この壁一面収納って。これももったいないっていうもったいないんだけどね。まあそうですよね。でもまあ部屋床の広さよりも空間の心地よさをやっぱり優先した方がいいのかなって思って、これ出来上がるとできてしまうとはこうなんだけどさ、設計するの大変でしょこれ。いや大変なんですけど、まあそこがなんていうんですか、やりがいのあるところというか、腕の見せ所。そうですね。もうちょっと言うと、こっち入ってきたこの扉の幅と、そっちの収納の幅と合ってるんですね。でこれ合ってどうなのっていう話もあるんですけど、さっき言ってたその違和感のない状態を作るっていうのが、やっぱりこういうところで効いてくるのかなっていうのがあって、でこういうところを整理しておくと、今度ここの照明にもやっぱり収納の真ん中にあるとなんか気持ちいいよね、気持ちいいよねっていうのが、この一つながりの空間の場合って、ここの照明と洗面の照明をなんか同時に見ることなくても認識する、意識することってやっぱりあって、それが全部同じピッチであるよ、でそれが今度リビングの収納と同じ位置にあるよっていうのができてくると、この全部空間つながってるよっていうのがより違和感のない状態になる。でここで少しずつずれてくると、なんかひょっとしたら気にならないかもしれないんですけど、どっかでなんかって思うこともあるんじゃないかなと思って、その辺はだいぶ苦労して気使って設計してますね。そういう意味だとプロダクトデザインも一緒かもね。僕らはコーディネーションって言うんだけど、前と後ろって同時に見ることはないんですね、カメラにしても。だけど人の印象って
きちっと保持されていて、そうですよね、なんか気持ち悪いなって思う感覚、だからなんかその人が持っているこうバラバラにある楽しさもあるんだけど、きちっと揃ってるなんか心地よさってあるじゃないですか。だからなんか人間ってもともと生まれ持って整理整頓されたものになんか非常に喜びを感じるというか、で僕たちデザイナーもやっぱそういうとこあるじゃないですか。だからこれ特に家なんて、カメラにしても使うものって長く5年10年とか使った時にそういうものをちゃんとしてあるものとそうじゃないものって多分全然違うような気が、ね、日々の感動っていうんですか。で今これ万さんが言った話も今しなくても僕いつか気づくんでしょうね。そうですね、照明もしかしてあれこれ扉一緒じゃない、とか。そうね、植物がなんか一つの絵画、ルソーの絵っていうか、ルソーの絵にもなんかこういう割とこうアジアな葉脈が激しいこう葉っぱがいっぱい出てくるじゃないですか。で当時は僕あんまりあれ見てなんか綺麗な絵だなと思わなかったんですけど、自分でこういう葉脈激しいものをこの部屋に置いて初めてルソーの絵っていいなって思ったんだよね。なんかそういうこう自分なりのこう発見もあったり、でここまで聞くとみんな堀切が無地を選んだ理由がだんだん分かってきたって、でそれまではやっぱり無印良品っていうフォーマット化された隙がない、ある意味隙がないデザインと僕のその趣味思考、イメージがなかなか合致しないってみんな言ってたんだけど、今日話した内容を丁寧に説明するとみんな納得しますね。近所で買ってきたちっちゃいものでも、その辺で拾ってきた石とか木でもいいじゃないですか。何を置いてもそれが綺麗に見えるってすごい幸せなことだと思ってて、なかなかねそういう空間ってないですよ。自分にとってはね持ち物もちょっと多いので、その持ち物とか自分の好きっていうの、そういうのを生かす空間っていうか、そういう箱っていうの、そういうものになってるなって思いましたね。やっぱり本当にね無地のこのフラットにして本当に良かったと思います。良かったです。多くの人に知ってもらいたいっていうのはあるかな。僕は無印の社員でもないし謝礼をもらってるわけでもないし何の縁もゆかりもないんだけど、やっぱりデザイナーとしていいものはみんなに紹介していきたいじゃない。でそれがやっぱ僕たち表現者の使命だと僕は思うんですよね。だから僕はいいものを知れたんで、これはお裾分けみんなにしていかなきゃいけないなって今は思ってます。ありがとうございます。